マイマイ、皆さんこんにちは、マリナです。今日は海に来てます。マイマイ、皆さんこんにちは、マリナです。今日はこの動画外で撮影したいと思います。今おじいちゃんのもともと実家秋田に来ています。後ろ海がちょこっと見えるんですけど、こっちの土手を上がって下行くともうすぐ海なんですけど、最初上で動画撮ってたんですけど、やっぱりこの海とか風の音が強くてずっとザーっていう音がうるさくて、ちょっとこっち下に来て今ここの野原から撮影してます。今日の動画はなんで日本語が話せるのか、ドイツ育ちなのになんで日本語が話せるのかと、どういうふうに日本語を勉強したのかっていうことに対してお話ししたいと思います。パパがドイツ人でママが日本人なんですが、生まれと育ちはドイツです。それでバイリンガルとしてどうやって日本語が話せるようになったのかとか、日本語をどういうふうに勉強したのかとかについて今日話したいと思います。これは正しいっていうわけではなく、単なる例で私の場合はこうでしたよっていう感じで話したいと思います。生まれと育ちは北ドイツのハンブルクなんですが、日本には休みを使って短期間の旅行にしか来たことなくて、あと高校卒業した後に1年間日本に住んでたんですが、それ以外日本にはそうですね、短期間の旅行、家族に会うためにしか来てないです。やっぱり外国に住んでいると、特に北ドイツに住んでいるとあんまり日本の文化と触れ合える機会がなかったんですが、母がもう子供の頃からすごく大事にしてたことが、私とは絶対日本語以外話さないっていうことなんですよね。母の思いがとても強くて、絶対私に日本語を話してもらいたいっていう気持ちが強くて、リサーチした上、子供といろんな言葉を使って話しちゃうと、その子供も頭の中がごちゃごちゃになる可能性があって、例えば母がたまにドイツ語だったりたまに日本語だったりいろんな言葉を使っちゃうと、子供がお母さんはいろんな言葉使えるんだ、じゃあ私は一番使いやすい言葉を使おうっていう考えになることが多いみたく、母はもう本当に私とは日本語しか話してなかったです。それでドイツでは周りの人に怒られたり、日本語だと意味が分かんないって文句言われたりしたことがあったみたいなんですけど、それにかかわらず応援してくれる人たちもいたし、もうずっと私とは日本語しか話してなかったです。面白いのが、例えば母にドイツ語で話していいよとか、グループいろんなドイツ人と一緒の時とかもドイツ語で話していいよって言われても、母には私一切ドイツ語が話せなくて、結構頭の中にブロックがかかっちゃって、母とはもう日本語しか伝わらないっていう感覚なのかなって。母にはドイツ語が使えない、母にはドイツ語が使えないっていう感じですね。ドイツのおじいちゃんばあちゃんの家に遊びに行った時、おじいちゃんが結構日本語で話すと怒ってたみたいだったんですけど、それにもかかわらずおばあちゃん、ドイツのばあちゃんとドイツのお父さん、父が応援してくれて説明してくれて、それでおじいちゃんも納得して、怒られたりとかでも絶対ドイツ語は話さなかったです。幼稚園の時からハンブルクの土曜日だけの日本語補習校に通ってました。その補習校で日本語の勉強、漢字とか算数とか日本の歌を歌ったり、運動会もあったり、日本のバザー、フリーマーケットでいろんな日本の漫画とか日本のおもちゃとか売ってる、そうですね、バザーとかもあったり、宿題も毎週出てたし、その補習校に通ってたおかげで
結構日本語も上手になったかなと思ってます。でも実はその補習校は4年生までしか通わなかったので、漢字とかも4年生までの漢字しか一応徹底的に勉強してないので、そうですね、日本語はパーフェクトではないです。補習校は往復3時間の結構遠いところにあったので、毎週土曜日7時起きとか6時半起きとか電車で往復3時間通って大変でしたね。でも両親と一緒にその補習校の運動会とかに参加して、そういう部分で日本の文化、日本の学校の文化とかも触れ合える機会があって、そういうところからだんだんこういう日本に興味持ったり、日本が好きになったりかな。でその補習校は4年生で辞めちゃったんですが、ピアノとかトランペットを習い始めて、ピアノとトランペットの先生が日本人だったので、そこでまた日本語を使える機会ができました。トランペットもピアノも週1回やってたので、そこでまた日本語を話してたんだなっていう、母以外の人と日本語話してたんだなっていう感じですね。小さい頃から日本の本読んだり、日本の映画見たり、ドイツから日本のテレビを契約してドイツで日本のテレビを見たり、朝ドラとかも見てました。それで本当にドラマが見るのが好きで、好きな人がいることとか、ディアシスターとかシンデレラとか、花より団子とか、極戦とか、船の診察所とか、最近のは彼女が綺麗だったとか、結構ドラマはいっぱい見てます。学生時代はほぼ毎年家族に会いに日本に来てて、ドイツの学校は秋休みもあって、その秋休みっていう空いてる時間を使って日本の小学校に体験留学もしてました。3回体験留学して、そこでその日本の給食とか、日本の学校後のその教室の掃除とか、日本の学校はそういうところがやっぱりドイツの学校と違うので楽しかったです。秋休みとかは休みの時間だったのに楽しかったですね。日本の友達ができたり、日本の授業に参加したり、ドイツと全然違ったので楽しかったです。それで日本のクラスメートが発表会、タレントの発表会とか太鼓の披露とかいろいろよくしてもらいました。自分の中で大切な素敵な思い出です。みんなどうしてるかなってよく考えてますでも実際日本語が完璧っていうわけでもなく、子供の頃、自分は覚えてないんですけど、母曰く感触起こしてたり、キャーって泣き出すこともよくあったみたいで、やっぱりこうやって自分が言いたいことが伝わらないとか、ちゃんとはっきり言えないとかが日本語ではあったみたいで、よくイライラしてたみたいですね。でも実際今もたまにイライラすることがあって、ドイツ語の方が慣れてるし、ドイツで育ってるので、ドイツ語の方がちゃんと自分の意見も伝えられるし、言いたいことがちゃんとはっきり表現できるので、やっぱり日本語になるとまだ完璧に話せないところがあって、なんかたまに単語が思いつかないとかイライラしてますねっていうか困ってます。困る時があります。もっと新聞が読めるまで漢字を勉強したいと思ってますし、ニュースが分かるまでもっと日本語の単語の勉強をしたいと思ってますし、常数詞も苦手で、1つ2つ5個4匹とか3本とか、その助数詞、あと擬声語っていうんですかね、擬声語どんどんとかキラキラとかドロドロとか、そういうのも苦手でよく間違えます。でも本当に日本語が話せるっていうことは母にとても感謝してるし、一緒にサポートしてくれた父
いつも日本語で会話してるのに全然意味がわからない、通じなくても怒らないでサポートしてくれた父にも感謝してますし、家族にも感謝してますし、本当にこうやって周りの人だなと思います。日本とドイツの文化両方に触れ合いながら育ったっていうことは本当に嬉しいことで、とても幸せだなと思ってます。で、これからもこういう動画を通してドイツと日本の橋ブルクになりたいなと思っていますので、これからも頑張りますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。グッドボタンも押していただけるとすっごく嬉しいです。いつも見てくれてありがとうございます。ではまた次の動画も見てね。バイバーイ。